こんにちは、MD ジャックです。タブレット PC が古くなったので最近ちょこちょこ見ています。オクタコアで2万円台のタブレットがどれくらい動くのか使用してみたいですね。皆様こんにちは、愛です。私は愛だけにタブレットは iPad 一択です。さて今回は TRM のタンクボディ TA1MAX です。TA1 のレビューから1年ぐらい経ちましたね。そっか、もう1年経つんだね。TA1MAX、何が MAX なんだろうね。ボリュームとかそれ不良品、耳壊れるわ。じゃあ何が MAX か探っていきましょう。TA1 との違いは主にこんな感じかな。タンクボディであること以外はほとんど違うんじゃないですか。そうかもね。タンクボディであることが共通だから TA シリーズとして出してきたんだろうね。TA1MAX は価格が6000円ぐらい。 TA1 が4000円ぐらいですから価格が MAX ですかね。いやいや、ちょっと高めなだけでしょ。その他の特徴は音質比較動画の中でご覧いただきます。今回は TA1 との比較ですね。ではどうぞ。Is now. The future is now. The future is now. TA1 との比較どうだった？そうですね。まず TA1MAX の方がパンチがありますよね。ドラムはキックの量感プラスビーターのアタックもしっかり聞こえる感じですし、リズム全体にメリハリが効いていたと思います。確かにこれって 10mm ダイナミックドライバーの効果もあるかもね。立ち上がりが早いと感じたのはベリリウムコーティングの振動板だからなのかも。中域の減衰が少ないですね。でも案外ドンシャリだななんて思いましたけど、 2kg、4kg付近を少し抑えて 8kg付近をしっかり出すとすっきりした感じに聞こえるからかもね。それでも 2kg、4kg付近の出方はピンクノイズの基準線あたりにいるから極端に抑え込んでなくて結構絶妙で好きだな。こういうのセミオープンでしたよね。そうそう、低域がドーンときても音が飽和しないので工程のバランスが多少どちらかに寄っていてもあまり気にならないかな。ただイヤピがファイナル E だと今の自分の好みとしてはもう少し小域が欲しいなと。セミオープンだから音漏れちょっとありますね。気になるほどではないと思いますけど。そうだね、満員電車とかだとちょっと気になるかも。でもそれ以外では特に気にしなくてもいいかな。TA1 の波形を重ねるとこんな感じでそれぞれの特徴がはっきりしてるよね。TA1 は低域をあまり頑張らず 2kg、4kg付近の中高域を出す感じで高域も抑えめ、全体的にマイルドな印象でサウンドステージはなかなかの広さ。今回の聴き比べではサックスがメロディー取る曲だと 2kg、4kg あたりがよく出ている割に響きはマイルドなのでサックスプレイヤーのアルバムを聴くには聴き疲れしなくていいなと思ったよ。波形だけ見ているとサックス強く出そうですけど違うんですね。そうだね。TA1MAX は箱出し一発目の主張の印象が TRN MT1 Pro を聞いた時に似ていてセミオープン独特の開放感があって心地いいんだけど、低域がパワフルでサウンドステージに立体感があって音の3層構造みたいなグラデーションのかかった分離感で面白い響き方するなって思った。高域は BA ってこともあってシャープだけど刺さる感じではなくむしろもう少し出てもいいんじゃないかって思ってまたイヤピを変えてみた。前回の TinHiFi T1S の動画で登場した高域がいい感じだったムーンブロップスプリングティップスに変えた波形がこれ。
低域の出方そのものはほとんど変化ないけど、広域の減衰の大きなところが減って、ベースとかキックの広域成分の聞こえ方がはっきりする分、リズムの立ち上がりが速くなった感じでとてもいい。ただ、7キロ以降での落ち込みが結構あるので、この辺はお好みに応じてですかね。個々の音は近く感じて、はっきりしてますけど、横と奥への空間が感じられて、愛はすっかり気に入ってしまいましたよ。お気に入りの曲、片っ端から聞き直してみたくなるよね。はい、なります。TA1 にもムーンブロップスプリングティップスを装着してみた波形です。こちらの波形変化はちょっと面白くて、中域がちょっとへこんで、中広域に小さな3つのピークができていて、聞いた感じはファイナル E に比べ、ベールが1枚剥がれてちょっとドンシャリ感が増した感じ。個人的には TA1 にファイナル E があまり合わないと思っているので、スプリングティップスとの組み合わせはなかなかいいと思いましたね。とはいえ、ファイナル E の評価が下がったわけではなく、このチャンネルでの基準であることに変わりはありません。最後はイヤピ変化のビフォーアフターです。スプリングティップス装着後は2モデルの波形がなんとなく似てきてますね。実際聞いた感じも似ています。TA1 の変化が大きく、かなりいい感じに響いてます。どちらも持っていない場合は TA1MAX がおすすめですけど、MAX との空間表現の違いはありますが、TA1 もかなり良いと思いましたね。TA1 は4000円くらいで入手できます。結局 TA1MAX は何が MAX だったんでしょうかね。ざっくり言って空間表現とセミオープンの心地よさがマックスでいいんじゃない？細かく言えば立ち上がりの良さとか太めのサウンドとか音が近いのに飽和しないとかね。なので満足度もマックスかな。ボリュームじゃないんですね。まだ言うか。えへへ、冗談ですよ冗談。TA1MAX を聞くと6000円ぐらいの優先モデルもレベル上がってきてるなって思ったわ。それにしてもセミオープンはハマると抜け出せないね。ほんといいですね。これ買おうっと。なんか今回は感想ばっかり言ってた気がしますが、タンクボディの TA1MAX 良かったです。ということで TRN-TA1MAX のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。